こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者を対象として動画を配信しています。今回のテーマは、アニメーションとメッセージの利用の後半をお送りします。それではインターアクションより説明します。インターアクションというのは相互作用のことです。プログラムにおいて場面を展開する場合やスプライト同士が会話をしたり、その結果によって場面を変えたりする相互作用を行う場合メッセージの送受信を利用します。以降のスライドでこの例を示します。それでは新しいプロジェクトを作成しますけども、その前に、保存を行っておいてください。適当な名前をつけて、保存しましょう。ログインしている場合は、こちらの中ですね。この中に保存されていますので、保存されているか確認を行ってください。で、中を見るを押すと元に戻ります。で、新しい新規に、作る場合ですね。こちらの方の新規ボタン。これで新規ができます。この状態から次のスライドをスタートします。次はメッセージ機能を応用したストーリーテーリングという手法について説明していきたいと思います。で、まずはちょっと例を見てみましょう。まずタイトル画面が表示されて、場面が変わっていきます。キャラクター同士が会話をしていきます。はい。こんな形ですね。じゃあこれをですね、今から作っていくことにしましょう。それでは背景画像を取り込んで、場面を設定していきましょう。まずはこのステージのところですね。ステージのところで、背景を選ぶっていうのを押してください。それでまず、開始画面ですね。どれでもいいから選んでください。そして室内の場面。そして屋外の場面。こういう形で適当に選びましょう。そして最後の、場面ですね。こんな形で選ばれました。そしたらこれに、それぞれ、始めと終わりについては文字を入れていきます。で、ここを選んだ状態で、背景を押します。そうするとこういう画像が出てきます。で、この真っ白な画面はいらないので消します。そしてここのまず開始画面のところですね、文字を入れていきます。で、ここでちょっと微妙なんですけども、これがちょうど入るようにカーソルが点滅している状態で入れることができます。例えばタイトルで、猫と熊の一日とか、適当にタイトルをつけてください。そしてこれが小さいので、これを大きくしていきます。一旦他のところをクリックした後、ハンドルを動かしてですね、こういう形で大きくしていって、配置をしていきます。
そしてここは、今コスチューム名をですね、分かりやすいようにしておきましょうか。ここで、タイトルっていうふうにしますか。そして、こっちが室内にしましょう。室内。そしてこっちが室外にします。そしてこちらの方が終わりにしましょう。そしてここに終わりを書きましょう。ここでで、この画面を、変えていくというようなことをですね、以降のスライドで説明します。それでは背景とスプライトの初期設定を行っていきます。今、登場人物として猫だけしかないんで、クマも追加していきましょう。こちらスプライト選択から、このクマを選びましょうか。で、それぞれ名前をつけていきましょう。まずはスプライト1、これは猫にしましょう。わかりやすくですね。はい。そして、クマの方もクマにしましょうか。はい。そしたらですね、初期画面では背景が今終わりになってるんで違いますよね。それでグリーンフラッグが押された時に初期設定をするような形にしたいと思いますので、ステージのところにプログラムを書きます。で、ここでイベントのところでですね、これが押された時でメッセージを送って初期設定をしましょう。メッセージを送る。で、ここで新しいメッセージで、リセットにしましょうか。リセットにして、これで OK ですね。これで OK でリセットを送って、まずは背景を変えましょう。で、ここの今がステージになっていますけども、こう見た目ですね。背景を何々する。ここで、室内、室外終わり。まだ始まりは、名前つけてなかったんですかね。背景が、室外、タイトルでしたね。背景を、タイトル。そしてこれが受け取ったときですね。メッセージを受け取ったとき。リセットを受け取ったときは、背景をタイトル画面にして、これですよね。で、今、猫とクマが表示されているんで、ここが邪魔になって見えないですよね。
そうすると、猫を消す必要がありますので、リセットを受け取ったときで、この下に、見た目ですね。隠す。これを入れます。そして、クマの方も同じような形でやりますので、ここに入れてやって、クマを選んでやります。そしたら、ここで、これですね。これを持ってきます。そうすると、ここを押すと、こういう形で初期タイトルとクマが消えた状態、猫が消えた状態になります。それではタイトル画面が表示されて次の画面に移る、そのプログラムを書いていきましょう。まず、リセットが押されて、そして、ここで次ですね、リセットを受けてタイトル表示して、ここで3秒待ちましょうか。ここで制御のとこですね、何秒待つというのがあります。ここで3秒間待つ。で、3秒間待って、それが終わってから次の画面に移るということになりますので、ここでは、見た目のとこでしたかね。背景を変えていきます。背景を、ここですね。室内にします。そして、これが終わったら、新しいメッセージをクマと猫に送ってやる必要がありますね。じゃあ、ここでメッセージを新たに作ります。ここで、メッセージを送る。ここで新しいメッセージを作ります。ここで、室内へっていうのを送ります。そしたら猫の方が室内に移ったらっていうことですけども、受け取った時ですね。ここで室内へっていうのを受け取った時、猫が表示されてないので猫を表示する必要がありますね。その前に、先ほどのプログラム途中までですけども実行してみますね。これで、室内にこう移ったですね。で、室内に移ったら、この今猫のプログラムで、ここで見た目の方を表示、するですね。これを受け取ったら、ここに表示するっていうことになりますね。で、この辺りに、猫を表示したいと思いますので、表示して、この表示位置、
をここに設定する必要があるんで、動きとし、して、これを持ってきます。で、最初にね、位置を設定して、こちらの方から持ってくると、今の座標値がここに入りますので、この位置に来るということになります。ちょっとここにあったとしますね。これをこう実行すると、この初期位置になるということになります。で、クマも表示したいので、同じような形に、していきます。そしたら、クマの位置ですね。ここでイベントで、受け取ったとき、この室内へ受け取ったときが、まず表示、見た目を表示する。このぐらいの位置にしましょうか。そして、動きのところで、この座標に、表示するということになります。じゃあ、初めからやってみますね。じゃあ、こう実行します。3秒表示して、室内に、この初期位置に、移りました。それでは、猫とクマの会話を書いていきましょう。まず猫から話すとしますね。で、猫が室内に入って表示されて、表示位置がこの位置。で、この位置からまずは話をするんですけども、ちょっと1秒ぐらい待ちましょうか。待った状態で、次に、話をします。そしたら見た目のところ、こんにちはって言いますよね。そしたら、この言ったことをね、クマに伝えないといけないので、メッセージを送ります。そしたら、メッセージの新しいメッセージ名をここで作ります。ここで、こんにちはにしましょうか。これで OK。こんにちはをこう送ってやって、受け手がクマなので、ここで、メッセージを受け取った場合っていうことで、ここで受け取った場合ですね。こんにちはを受け取った場合、ここに、こんにちは、猫さんにしましょうか。じゃあ、猫にこんにちはと言ったので、その返事を、出さないといけないので、またイベントで、ここで、新しいメッセージとして、こんにちは。猫さんにしましょうか。そしたら次に猫がということになりますよね。同じような形ですね。こんにちは猫さんって言われたら、それに対する返事を出さないといけないということになるんで、例えば、今日は
何かして遊ぼうにしましょうか。こんな形でやり取りをするプログラムを書いていくわけですよね。メッセージを送って受け取ってっていうのを交互に交わします。そして別の移動とかそういうものを入れてやれば動きが出てくるということになります。それでは会話が作成されたら実行してみましょう。まずは全画面表示にします。そして、実行します。こんな形で、メッセージの交換によって会話を進めていくということですね。そして場面をいくつか用意していくと、そのコスチューム変えることによって場面を変えることができます。はい、そんな形で、プログラムが完成しました。今回は次のことについて解説しました。アニメーションはスプライトのコスチュームを切り替えることによって動きを出す手法であることを説明しました。また2つのスプライトを連動させて動かすには、メッセージにより指定されたコスチュームに初期設定する必要があります。メッセージの送信受信は、プログラムの初期設定や会話のやり取りに使用されます。スプライト同士のインタアクションによりストーリーの展開が行われますが、メッセージの送受信機能を活用するとスムーズな場面展開が可能となります。ご視聴ありがとうございました。